どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。その日飲むお茶に一個ずつ名前をつけているさやです。生きづらそうだな。ともよ。いや、生きづらそうじゃないか。まさし怖いよ。やめろよ。ということで今回こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。ベーコンエピマン。強きをくじく。ついでに容器もくじく。クズだった。まあ平等ですね。平等。なんだベーコンエピマン。刺してくる。痛い。確かにベーコンエピ痛いよね。痛い。きっちゃ痛い。痛いわ、確かに。今回なんかモンスターシリーズね。モンスターシリーズじゃないよ。さやさんが最近影響を受けまくっているっていうのがよくわかるってだけ。あ、そういうこと？ほら見て、ほらチンアナゴ自転していますとか言ってるし。ね、地動説愛しています。さやは地動説愛しています。愛しています。めちゃくちゃ血ハマってる。ということで今回こちら。60セカンド。そう、ゲンさんからこういう文章で書いていてって言われたんだけど、それを細分化してみて分かりづらくしてみました。細分化したのにね、情報を絞って分かりづらくするっていう逆にね。ということで、今回やっていく企画はこちら。ディドコピック全色で色塗りチャレンジ1分1色。頑張れドリア、頑張れドリア。これドリア推しパスタ。かわいい。はい。いや、コピック全色で色塗りチャレンジはもうこちらでやりましたね。もうね、だいぶ長いことをたくさんの方に見ていただけて。そうだね。この時描いた絵もね、皆さんにすごい愛していただけて、とても嬉しい限りなんですが。長い期間ね、原画展を見に来てくださる方もね、それ目当てで。ありがとうございますってところなんですけど、はい。で、あの頃さ、コピックさんにもね、全色いただいたりとかしたわけですよ。そうですね。あれやった時にね。でさ、まあ全色で塗りたいんだよ、また。でもあれか、全く同じことをしても僕の体は物足りない、もっと僕を痛めつけてくれ、そうだ、時間制限があれば僕は興奮できるなってなったってこと？そんな気持ち悪い感じではないんだけど。ねっちょりしてる。違う、なんか全色で塗ってもいいんだけど、同じ感じになってしまうんじゃないかと、動画として。これはあと夏目さんちというかゲンさんの悪い癖なんだけど、ゲンさんシャープ2を異常に嫌うという特性があって。でもそう、見てくださってる方には多分ね、もう伝わってるかもしれない。あと多分もう一回やってくれてもええんやでって思ってくださってる方がいるのも知ってるんだけど、結構コメントでいただいてて、しかも絶対そっちの方が見たいと思ってる動画もあると思うの。だけどなんか知らんけど、もう俺という人間がなんかそれができなくて、あんまりね。一度通った線路は通れないんだって。かっけえ。そうかな、そいつ生きづらそうなだけだ。一度敷かれた線路は走らない。俺は自分で線路を敷いていく。でも一度敷いた線路を走りたいから、その線路の横にもう一回新しい線路を敷こうみたいな、そういう企画です。じっくり塗るんじゃない。一色1分だ。で、コピックあるあるだと思うんですけど、一回塗った後にまたこれを全体にもう一回使ってやりたいでしょ。で、それでまた次この色の時に色合わせでもう一回こっちを持ってきて、この色をもう一回塗って、こっちを下地に塗った状態でこれを塗ってみたいな。特に薄い色とかはもうどこにでもまんべんなくってやりたくなるもん。やらないでください。できるかってやれませんよ。だって一色一分なんだ。例えばさ、まあ RV000 がめっちゃ好きですね。大好きです。この薄いね、このいい感じの紫が入るといいけど、1分しか使わない。付き合いは1分まで。しかもそれ渡されるタイミング次第で。だってコピックって358色じゃないですか。でそれが1分ってことは、だから何があっても358分で終わるってことだよね。でもそういうこと。358分ってことはピッピッピッピ5時間ちょっと。そう。でも結構塗ってるわ。いや、ほぼ6時間だわ。じゃあ結構長いわ、時間。じゃあなんだ、楽ちんじゃんって顔するのやめてもらっていいですか。てなわけで、今から1色1分でだけど全色使えるコピック色塗りチャレンジやっていきたいと思います。何その言い方、なんか1色1分だけど全部使えますってポジティブ。嬉しいでしょ。最後にいい情報持ってきた。日本語の妙だね今。何かを言うときはちょっと悪い情報から先に話して、最後にいい情報を持ってきた方が後味がいい。そう、後味好き。じゃあやったらいっぱい色使える。これ伏線だから、この言葉覚えといてみんな。怖っ。最後にいいこと言った方がみんな嬉しい。覚えといてほしい。じゃあ行くか。やりましょう。頑張れドリア、頑張れドリア。はい、ということでもう線画ができてます。もうなんで線画ができてるかというとこちらです。せーの、ドン。
わかりますかね。あまあ特に何も言わないですけど、これは何なのかははい言わないですけど、なぜか線画がバッチリあるんですね。いやバッチリだね。いやすごいなんかいい絵じゃないですか。ありがとうございます。お宅もすごいかっこいいああり絵で、がとうございますすごいきらめってて、はい目がきらめついてて。マジでキモいんだよねこいつ。いいよ、押しボタン。いやもうトラフィックライドレディちゃんです。うん、かわいい、おしゃれ。初めてがっつり描いた。ね、そうだね。これなんか爽やか。これもしや。あ、そうそう、さやさんがこよなく愛している、最近そうオリジナルキャラクターの兄弟のお兄ちゃんの方。お兄ちゃんの方ね。そうそうそう前回は弟くんだった。あ、そうそうそう。前回弟だったっけ？前回弟だよ。前回弟か。うん。何の前回かは確かにね、何の前回だって話なんですけど。はい。はい。じゃあこちらの線画を使ってやっていきましょう。結構細かいんですけど。いや結構細かいんですけど。大変そうだね。おもろ。でちょっと最初1色1分って言ったんだけど、1色1分だとものによってすごい手持ち無沙汰になるタイミングとかもあったりしそう、かつ1分って結構塗れるなと思ったの、塗りたいやつも。だからどっちも暇しないようにっていうのと、あとはしっかり塗る時もギリギリの感じで塗れるようにっていうバランスで30秒にしました。30秒ごとにこうワンコそば形式で1色ずつこうやってやっていくと。なんで今こっち側にちょっと今ゆしらくんが、チームのゆしらくんがいます。助っ人でよろしくお願いします。すごい今日はあれだ、黒子スタイル全く喋らない。じゃあ行きますか。わ、怖っ。じゃあここで何色が来るかもわかんないんでしょ。これ最初の30秒の時点から開始します。ちょっと今ここから30秒準備して30秒から開始と。うわ、怖っ。一色30秒でも3時間かかるから。いや恐ろしい。なんだかんだ。いきます。よーいスタート。はい、このタイマーが30秒のところからペンを渡され、僕らは機械にならねばならない。いやでもこの絵を描いたの結構昔だからな。いやそうなの。実はこの後出ます。はい。この後何とは言わないんだけど、何になるんですかね。デジタルと水彩画で塗ったものが出るんですが、ここはちょっと遊んでいきたいと思います。コピック全色チャレンジ1色30秒バージョンいきます。よーいスタート。どないせんちゅうねんこの色。あと5秒です。いやー1シャトルランだ。シャトルランティンティンって感じ。いいぞいいぞ。確かにシャトルランだ。今の子たちもさシャトルランやってるよね。さすがにやってんじゃない。裏切らないでよみんな。なんでね、何をみんな求めてる。あひゃーやばいかもしれない。やばいこれ待って30秒やばいかもマジで。思ったよりやばいかもしれない。あ待ってミスター広いとこ塗り始めちゃった。バカ。あバカ。バカです。もう終わりの始まり。はい終わりですこれ。デドゥ？デドゥ？待ってこれ何色？待って事故インク出ない子が紛れ込んでます。はい。で黒、うわ黒か。あこれはいい色。これはいい色だよ。全体的にこうもう乗せておく先に。でもこれは絶対に一言言うんだけど、この後ねお互いデジタルと水彩で塗ったものがあるけど、完全に塗ったものがある。全然違う感じになってるわ。いやなってるよ。多分そうなってる。でもなんかだんだんこのペース感に慣れてきたかも。なんか雑談かましながらやろうぜ。あすごいかましちゃう。でも最近ささやさん話すことマジでアンパンマンの話しかないけど本当にそろそろやめとく。なんでアンパンマンの話してたらみんながアンパンマン見たくなっちゃうじゃん。そのために生まれてる。いや無慈悲なカウントダウン。無慈悲カウントダウンしかしないし吉田君もなんか。いやでも多分ね吉田君も結構ねパツパツよ。吉田君すごい忙しそうだもん。意外と忙しいと思う。これって2人でさ358なんだっけ。違うよ。後でお互いのものが来る。ああそういうね。そう安心しててもお互いが苦しんでいる後で来る。安心して。はあ終わっちゃったの。今のターンで終わっちゃったの。そういうやつがいるんだよ。だから本当に一色一色の大事さを逆に知る。でもすごいよね。逆に言うとさこんな企画ができるぐらいコピックって種類あるんだよ。すごくない？まあそれもそうだし、こんな企画ができるぐらいうちはコピックはたくさん持ってる今。幸運なこと。確かに幸運なこと。昔は考えられなかったよこの量のコピックを使うなんて。ね、そうだよ。なんかそうコピックさんのさインタビューとかでも言ったけどさ、学生時代にさ学校の近くでやってたイラストコンテストに出してその商品がコピックで、なんか 2,3 本くれるんだよ。それでなんか頑張って本数稼いでたっていう話を。っていうかさそもそもだけど動画で一回も言ってなくない？確かに。コピックアワード2025の審査員なりました。やらせていただくことになりました。ありがとうございます。今じゃねえぜ。今じゃねえ。今じゃないんだけど、なんかすげえタイミング。急に思い出しちゃって。ね。このね
全面をとにかく塗りたいの私は。やめなよ、無理だよ。いや諦めなよ。でも残りさ何色あると思ってんの？いける気がしてきた俺。でもいい色を周りに使う時間に割いていいのか果たして。なんか普通になんかトークしたいわけ今、でも私アンパンマンのさ愛情しか話せないの今。ゲンさんになんで私今こんなにアンパンマンのことが好きなんだろうって思ったんだら、多分私アンパンマンの声がめちゃめちゃ好きなんだと思うって言ったら、さやってさ無敵だよねって言われた。いいことだよ。どのコンテンツにもなんかどの角度からでもハマれるっていうのがいいことだと思う。そうすごい褒められた。いやアンパンマンはいいコンテンツどの道。そうだもっともっと。そういい感じ。そういい感じ。なんかすごい控えめなモーニングいいか褒めてくれる。めっちゃ褒めてくれるだけど。でもこのスピード感でやってなかったらこの表現をしようと思わなかった発想かもこれ。たどり着きました。出会い。はい、出会いです。コピックってすっげえ色あるな。ね。なんか気づいちゃってる。前も思ったけど前回ってさ、まあもうここ使ったことにみたいなぐらいの使い方してる時もあったけど、今回マジで全部ちゃんと使ってる。まだ1時間ちょいしか経ったよね。こんな色入ってるからさ、どれだけ普段悩んでる時間が長いかだよな。ね。でもさそれがだからいい家になるんだよね。悩んだ方がいいんだ絶対。終始むちゃくちゃ。何言ってんだこいつって言われる。はい、一回止めよう。もう塗るとこね。俺のがねえよ。マジどこ塗ればいいんだよ。あと往復1時間半も。はい、じゃあ後半戦いきます。じゃあ後半はもうだいぶみちみちになってきてるんで、各色絶対に使いつつも仕上げのムーブをしていくので、ホワイトも併用していきながらやっていきましょう。そうですね。はい。ただ絶対使ってください。はい。アクレアも用意してしね。みちみち。マジ絶望的でしょこれ。きたー。お願いします。なんか早速いい色。確かにゲンさんのとこにあったいい色着てるかも。なんかさ、お前こんないい色使ってたのかよって気持ちになる。なんか完全に隣の芝現象起きてる。うわ、いい水色今更かよ。すごいいい水色が急に来る。うわー、今この色か。そういうことなんです。我慢しとけばよかったのに。それすごいあるわ。俺別に鳥のつもりだったのよ。何塗っちゃった？マリモのせいみたいな。こっちのチャレンジバージョンだとなんかマリモみたいな色になってる。ハトじゃなくなった。ハトだと思ってたんだけど。で、ここに来てピンク、ここに。嬉しい嬉しい。ゲンさんもまだ嬉しいって感情があるんだね。何どうした人なんだと思って。違う。まだ心生きてたんだ。はい。先週のサナイさんはバックナンバー紹介する。嬉しい。ゲンさんが会話してくれるから。ツッコミざるを得なかったよ。初めてバックナンバー紹介してくれたんだ。おしゃれだな。はい、終わりということで、いやなんかもう3時間半、3時間3時間、ね、約3時間、ノンストップ1色だから30秒でなんだかんだちょうどいいバランスだった気がする。いやそうそうそう、はい、1色30秒コピック全色色塗りチャレンジ、こちらです。せーのドン。うわーうわー、もうねリッチだな。いやすごいね。いやなんか僕今回実はね、はい、これまあこの後もタイムラプスで出てくるんですけど、はい、まあ、これもう何かと言いますと、何にもスプリング、はい、春商品のキービジュアルです。イエーイ。いやまあなんとなく皆さんね、なんとなくとかまあその辺何にもって書いてあるから分かると思うんですけど、今回そのキービジュアルをすでに制作してるんだけど、せっかくなのでちょっと別バージョン作ってみようということでこの企画でねやっていったんですけど、実は僕もともとはこの後ろねもう塗ってあるんですよ。大体ほぼ同じぐらいの色で。いやそうすごいね。ゲンさんのやつかっこいい。なんかポスター調でそう塗ってあったりするんだけど、そこの面積を今回塗れなくないかと思って。
同じ一色使い続けられないから塗れないから、もうこのたくさんの色を後ろにやるっていう方式でやってみようと思ったの。いやかっこいいこれ、なんかそういうエフェクトというか、そうでもさみたい。それで唯一途中で気づいたんだけど、もう手前と奥のもう明暗さがもうなさすぎて、何の絵やこれってなって、最後の5分で制服をギュッて黒くしました。そうなんか言ってたもんね、なんかやるか、そう行くかどうする行くかみたいなそうかけ出るかみたいな感じで出てくる色が分かんなかったけど、最後に引く色をかけて、ね、ここにベタベタと、しかもこれ全部違う色で黒くしてってんだよ。もう重なりすぎてて、でなんかどうにかなったっていう感じ。でもまだそれでもちょっと後ろに負けてる手前がけど、まあこれはこれで、ちょっと楽しかったっていやめっちゃかっこいいと思う、ありがとうございます。 T シャツに合うねっていう話をしてた。まあ実はでもこれの元の絵で最高のスウェット作っちゃったんで、確かにね、最高のスウェットは作っちゃったけど、これはこれでみたいな、これはこれでなんかいつか使いたいっていう、めっちゃおしゃれ。そしてさやがね、これなんかすごいわ。なんかなんか全然平気じゃん。本当よく見える？そう全然平気というか、なんかめっちゃいい、なんかバージョン2としては最高の出来な気がする。なんかそう元の絵がなんか結構こう水彩画描いたお昼間って感じなんだけど、柔らかいなんかこう光の中にいる春のピクニックみたいな感じだよね。そうがなんかこうちょっとコピックでゴリゴリやった結果、黄色とオレンジをもう縁にゴリゴリやったら、なんか夕焼けに日が暮れましたね。なんかね夕方っぽくなったね。で日が暮れた。さやは時間帯がちょっと変わった感じがある。そう、あとなんかこの辺のね信号機くんたちがね、ちょっとボロくなった。サビっぽい色になった。そうはいということで、なんかめっちゃいいさやの方。ありがとう。なんかあんまり普段さやがやらなそうな、なんていうかそのさ、コピックで塗る時のさやの絵って、あんま抽象的な色塗らないイメージなんだよ。なんか今回はもう塗らざるを得ないから、抽象的な色で塗るみたいな。あとなんか普段私濃い色で影を入れるっていうのをビビりがちなんだけど、もう使わないといけないから、もうとりあえずここにも入れちゃえってなった結果、結構こう影が濃い感じの、なんかまあいいかなって感じになったので、ちょっとこれは発見もありましたね。ただ全色使うのとはまた違う発見がある。もうこの色のせちゃえみたいな、やっぱ過酷な環境に置かれないと見つけられないものこともあるのかもしれない。だからたまには拷問も役に立つと確かに、ね、いうことで、今回ですね制作したこちらのキービジュアル、この後タイムラプスで、製品版というか実際で使われるキービジュアル、これはこれでなんか展示もしてみたいなと思ったりするんですけど、展示ということはポップアップがございます。今回も何にもなんとですね2回以上あります。今回は東京ポップアップが5月3日の土曜日と5月4日の日曜日、ゴールデンウィーク、場所はまたですね表参道になります。この間とはちょっと違う場所なんですけど、でそして今回なんと初の名古屋です。名古屋ポップアップ、名古屋進出中、日程が5月の17の土曜日と5月の18の日曜日になっております。で場所が名古屋のパルコですって。商業施設に入っちゃうんだって、2日間。名古屋のパルコでやるということなので、今回のねスプリングもめっちゃ可愛いというか、このイメージのお洋服を作ったので、そうなんです。このイメージの洋服というか、このイメージでいろいろ作りました。いやでもこれはちょっとまた違う、ちょっとまた違うんだけど、さやさんの採用しでこの子めちゃくちゃ押してるんで、押してこの子の何かを作ったので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいと思います。てなわけでこちらね、何にも SS コレクションポップアップということで対して、チケットですね、こちらのポップアップチケットの予約販売開始日が4月5日の土曜日になります。4月5日土曜日6時からということで、この動画がね公開されてすぐ概要欄の方からですね、それかもしくは何にもの公式 SNS から予約のページに留めますので、ぜひチェックしてみてください。ぜひ。抽選期間が4月5日の土曜日の6時、今からですね、今から4月13日の日曜日の6時予定、ちょっと変わるかもしれないんですけど、抽選期間を設けたいと思いますので、ぜひポップアップのご応募お待ちしております。お待ちしております。この子たちの原画も行きますからね。そうだね、こういう元のやつね、元のやつの原画も展示するし、もし余裕があればスペースに、そうだね、これもなんかポロッとその辺にあってもいいかもね。ポロッとってみたいな、あれだみたいな、これも置いてもいいかもしれない。そうだね。でもちろん EC 販売もさせていただきますので、おそらく東京と名古屋のポップアップの間のところぐらいで販売開始するとは思うんですけど、ちょっとここまだ未定なので、また決まり次第告知させていただきます。
それではもうね、もうたっぷりいい商品があるので、これもうちょっとしたら全部全商品をお見せできればと思うんですけど、またご紹介したいよね。ですが、今回はこのちょっと開始の告知ということで、次やっとこの子たち出せた。そうなんだよね。これだいぶ前から書いてたやつなので、もうなんならちょっと記憶が薄れつつあるぐらいの。そうなんですよ。なんか戻った記憶が3、4ヶ月前ぐらいにもう書いてたやつです。いやそう。ではこの後ですね、3、4ヶ月前に書いた、こちらがキービジュアルですっていう風に書いたタイムラプスもありますので、最後にそちらをご覧ください。どうぞ。さあということで書いていきます。正しいいや正しいどっちも正しいんだけど別にもうざっくりラフからもうゴリゴリ書いていきましょうということで、ゲンさんのさタイムラプスってなんかこうこのラフしいとこから見れるとなんかすごい特別感ありますよね。いやでもさやだって別にラフしいとこ撮っときゃいいだけの話なんだけどね。でもラフしいのってさ、なんか書いてる私のデスクとかがさ、ラフしいけどさ、ラフしすぎるというね。そう、なんかね今回だから足をポールみたいな感じにするのか生身の足にするのかちょっと悩んだんだけど生身にしました。なんとなく膝をかきたいという気持ちがあって、一瞬なんかロボっぽい感じに書こうかなっていう悩み気概はあったんですよね。ロボにしようかな、やめようってそして問題の今回のメインポッポちゃんじゃないですか。メインポッポじゃない、サブポッポなんだけどで最初人間の手だったんだけど、いやでもなんか人間の手キモいなってなっちゃってこの鳩の頭に人間の手ちょっとキモすぎるだろうってなってちょっと変えましたね。この手さやの手じゃない？この手さやの手をなんかさ、なんかもうこれ持って写真撮らせてって言われた気がするわ今。思い出した。資料写真さやで撮ったけど、でもなんかこのポッポちゃんから手生やしたくないなと思ってやめましたね。入っています。で後ろはもうゴリゴリ書いて、実はね今回の前色で塗るやつでは後ろ色塗ってますけど、色塗らないんですよ。本当は。そうすごい最後めちゃめちゃかっこよくなるからな。ポスターっぽくなる。この辺はもう一発書きでとりあえず後ろを書こうっていうので何もちゃんいたし今。そう何もちゃんいるんだよ実は。知らなかった？もう初めて気づいた。そうなの？そういるんです実は。このポッポに全部取られた。ポッポの手から何か羽が生えました、やめましたすごい悩んでますね。すごい悩んでる。とりあえず色は塗っていこうということでどんどん塗っていきます。いいな。ゲンさんのタイムラプスやっぱりさなんかさ悩み見えるよね。そうなんか人間性ってなる。なんか書きながらいろいろ悩んでるんでしょうね。とりあえず悩む必要のない信号機の部分からどんどん塗っちゃってるって感じですね。いやでもかっこいいよね、めっちゃ。白黒パキッ、なんかこう黒のさ線がパキッってなってる感じがかっこいいですね。縫い方はいつも通りですね。プロクリエイトのアクリルブラシでほぼそれだけでゴリゴリ塗るって感じですね。ちょっとお待ちください。お待ちくださいもありました。でなんか信号機から出てきてる何かですね。もう住んでるんですかねあの子たちは。でもなんか見た感じさ、私の知ってるポッポちゃんと顔が違うですけど、それがね、変わるんですよこの後。最初このつぶらな瞳だったのがね、なんか狂気を帯びた瞳に途中から変わるんでパンチが足りんなってなったんですよこの辺りから。そうで大体もう女の子ができてるんだけど、鳩がずっと決まってなくて、女の子描こうかなとか思った時もあったの。ここの中に。いやでもやっぱり俺はポッポで行くってなって、美しいポッポパンチがってなってなんか狂気満ちたキラキラの目になりましたね。急に狂気が。そうなんです。で最後はこちらのこの子を塗ってね服を着せてあげて、で最後後ろの色味とか調整していって、なんか塗ろうかなと思ったけどやっぱり白黒でトーン貼ろうってなってこれで完成です。かっこいい。そしてさやさんなんかこの絵なんかゲンさんがすごいなんかアパレルブランドっていう感じのなんかすごいファッショナブルでかっけえ描いてるぜってことに気づいたので、気づいたんだ。好きなの描こうと思ってもうゲンさんに任せよう。かっこいいのはと思って。別にかっこいい必要はないんだよ。お互い好きなもの描けばいいという。ということでなんかもう春だしめちゃめちゃいいね。好きな雰囲気の絵を描こうと思ってクローバーたっぷりのなんかもうニッコニコの絵を描きたいと思って。いやすごいなんかもう透明感っていうかなんか爽やかですね。あとねこの絵のねちょっと目標があったの。塗りすぎないっていう。なるほどね。そうなんかねカラーインク使ってた時期に、なんかちょっと白飛びしてる白抜きするところが多すぎたなってその時期思ってて、でそれを思って白抜きするのやめようと思った時期もあって、
でまた今、はい、もうちょっと白を残してもいいかもしれない気になってきて、ブームがそう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 、なのでこれは結構白を残すことをなんかね、はいはい、目指した絵ですね。でも全体的にだからファーってした感じの柔らかい光って感じですね。そう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 、さっきのだからコピックの時は全然ね真逆でしたけど、ね、あそうこれだからね、そうさっきのやつは夕方だったけど、これ昼間だから、真っ昼間だ真っ昼間だから、そうしかもなんかちょっとこうふわーっとした、はいはい、多分結構日陰にいても結構気分がいい感じのね、すごくいい日で、これいい気候だよね、いい気候の日、これなんかいっぱい信号機から抜け出したやつがいるっぽいんだけどくつろいでるけどいろんなところで食放棄してないかこいつら、私のふざけてる感も出したいなというので、はいはい、ね、好きなこと書いてますね、すごい好き放題やってます。そうなんかねテーマあったんだよな、なんかこう、まあなんかこう気楽にもう信号機も思わず仕事を投げ出して楽しみに行っちゃってるぐらい気楽に過ごそうぜみたいなテーマがあったような気がするんだよね。相当昔に書いたやつですね。あ、そう。この言い方ね。記憶がね。いやでもね、てか今回さ言ったっけ？見たらなんとなくわかると思うんですけど、今回テーマ信号機なんですよ、2人とも。あ、そうなんだよ。今更言うんだけど。しかもこれなんか車の中で信号機書きたいみたいな感じで決まって。そう。でも信号機ってなんかアパレルと相性が良さそうだよね。でも僕トラフィックライトレディ書けるじゃんみたいな。あ、そういうぐらいの流れでねやりましたね。そう。だから私もなんかこんなね。信号機前とした信号機書きましたよ。いやいいですね。逃げ出してるけどね。大体で逃げ出しちゃってる。釣りしてんもんあいつ。ね。なんかびっくりするぐらい全然絵の解説してないけどね。確かに。解説しな。ね、いやでもなんかほら細かいところをはい塗っています。あ、水彩で線が入れてますねこれ。なんかもう不安なんでしょうね。完成しないぞこの絵って。しかも特に柔らかく塗ってるからすごいどうした今なんか今めっちゃ見てる時間ああ、めっちゃ多分確認してたんだと思う。というわけで完成。いやかっこいい。おお、文字ちょっとね文字も入れてみました。かっこいいマジで。こんな感じの絵になりましたね。いやなんか同じテーマだけど割とこう正反対な絵がやっぱ描けた感じする。今回もそうですね。目が合うぜ。目が合うね。めっちゃ目が合うぜ。あいつやばいねやっぱ。じゃあこのハトなんで僕ハト描いたんだろうと思ったんだけどなんか信号機ってポッポーっていう音のイメージがあるからわかんない。そのイメージなのかな。なんか知らんけど信号機とハトってセットのイメージなんだよ。あ、そしてさやさんもこれ完成ですね。おーめっちゃいい。そうめちゃくちゃいいじゃん今回の。そうなんです。あったかい感じで。春だね。あれです。さやさんが気に入ってる兄弟のお兄ちゃんの方を描いたんですけど。そうお兄ちゃんにまとわりついてる、三つ葉のクローバーだけは四つ葉なんですよこれ。それ以外は三つ葉なんだけど。あ、本当だ。そうそんなところもラッキーをあなたにお裾分け中。これスプリングラッキーボーイだっけ？なんだっけ？あ、そうハッピースプリングボーイだっけ？なんかもうそんな感じ。ざっくりそんな感じ。ということで今回完成しました。何にもスプリングのキービジュアルですがこちらでございます。またこんな感じで対照的なすごいね一枚になりましたので、これもねキャンバスとして発売されますので、今回ねミニキャンバスで可愛らしいサイズで発売されますし、あとは信号機をモチーフにしたりしなかったりしたとても今回もおすすめのアパレルできましたので、ぜひ楽しみにしてください。ぜひぜひチェックしてください。